おはようございます。画家のギソです。今日はですね、鉛筆デッサンのテクニック、マル秘こっそり教えます。10選ということでお届けしたいと思います。今日の動画は保存版でございますよ。ぜひぜひ、ゆっくり、ちょっと長いのでね、すみません、ゆっくりお付き合いください。今日の動画はですね、そういったことで、鉛筆のデッサンの中でもこういったテクニック、これね、僕予備校の先生長いこと知ってたんですけど、玉火の版画っていうコースがあるんですよ。ぜひぜひ皆さんね、受験されてみてください。素晴らしい先生方おられますので。それを教えていた、ごめんなさい、先生方です。やっぱり版画ってこう、例えば銅版画なんかやったらすごいこうテクニックあるんですよ。エッチングとかアクアチントとかメゾチントとか。で、それになんかこう近いような雰囲気でこう、鉛筆デッサンをしていくというか、その技術的なことがあってね。で、そういったことがあるので、鉛筆デッサンのかなりテクニックを詰め込んだ方法を僕は教えてました。かなりの確率で、ほぼ受験生合格。当時でも倍率ほど高かったですけど、今から20年ぐらい前かな。送り出していきました。で、もう今日はもうそれを公開しようと思います。で、ちょっとこう実際にこうやってみるのと、実際に絵に描いてみる。この、ちょっと嫌ですけども、実際に自画像を描いてみようと思いますけども、前半は鉛筆デッサンの基本的な部分の基礎テクニックをやって、で、後半部分はその書きながらこういうところで使ってますよというところをお教えしようと思います。本日もご視聴よろしくお願いいたします。前振りは長くなりましたけども、まずですね、基本的なことなんですけど、鉛筆っていうのは基本的には芯を長めに出して切るようにしてください。カッターでね、もうこれは他の動画とかも参考にされてください。で、鉛筆にはこう種類いろいろあるんですけど、例えば青のこれはステッドラーさん。で、これはユニさんとか、あとはハイユニさんとか、大体その3種類が僕らの学生時代多かったです。で、その当時なかったのはこの黒い、ブラックですね。で、これは 2B なんですけども、鉛筆の普通のユニとかステッドラーの 2B よりもまた濃かったりします。で、ちょっとこれとね、この 2B とユニの 6B ぐらいはほとんど同じぐらいの黒さかなと。で、ちょっとここには粗めの紙を用意しておりますけども、鉛筆を寝かせて書いた調子ね、こんな感じ。で、筆圧もこのぐらいと。で、例えばこれも、これは 6B ですね、6B。そんな変わらないですよ。もう下手すれば、もしかして、ステッドラーの2B の方が濃いか。もうほぼ同じぐらい。こんな感じで、ちょっとこう、B 系でもこんな風に。で、こう、例えばこれやったら 3B、ステッドラーの 3B。これ、各自でこう、もしね、もう細かくやりたい人は、表でも作ればいいんじゃないかなと思います。僕はあんま気にしない人なので。やっぱちょっとこっちよりも明るいんですよね。明るいなと、これが 3B ということで、3B ですね。こちら 6B。で、この順番で言うと次 B かな ?B。やっぱちょっと明るくなります。同じぐらいの筆圧でやってますけど。そんなにこう変わらないですけども、少しこう、B になると明るくなる。そして F は、どこやったっけ ?HB と H の間やったかなこれ F です。ちょっとすみません。正確に今、ちゃんと調べて、載せておきますが、F。やっぱりちょっと硬いんですね。面白いもので、私たち受験の時っていうのはセンター試験というもので、今共通テストあったんですけど、当時は確か F を持ってきなさいやったような気がするんですけど、間違えたらすみません。今ね、2B 持ってきなさいなってるんですよ。これ面白いでしょ。20年間、30年ぐらい前ですけど、やっぱ昔は筆圧強かったんですよ。今はやっぱりこうタッチパネルとかに慣れてて、ペッと押せば、私たちでって押すでしょ。でもなんかこう、キャッシュディスペンサーとか銀行行って押すでしょ。ね、お姉さんとかお兄さんとかだいたい必死で押してますけど、カルペってやればっていうの若い人分かってるから、こんな感じで。で、ちょっと 2H とかないんですけど、3H。もうこうなってくると音もちょっと違いますよね、片目。この鉛筆の基本的には色のこの種類によって、これは 4H、もう 8H とかもちょっとなかったので、だいぶ硬い。こういったこの色の違いによって描き分けてあげるというのがまず大原則です。大原則として。で、そこにこうテクニックというのがあります。これを一回こうね、少しどかしてみます。ほら、グラデーションも全然違うでしょ。ね、こちらの方の黒さみたいなのが黒いから、下の紙の白さみたいなのがチラチラって見えて騒がしく見える。一方こちらの方はそうでもなくて、やっぱりね、かなりハイトーンなので、で、例えば、こちらの方を使うとしたらザラついたような質感に使ってあげようかな。
とか、稜線のところに、稜線ってわかりますかね？稜線と反射光という、そういった動画もありますので、稜線とかのところに使ってあげようかなとか、こういうのは例えば、ね、この辺からはじゃあ影のところに使ってあげようかな。もうしっとりして静かでしょ？影とかをね、物から落ちている影のところに使ってあげようかなとか、そういった感じでざらついたような質感、例えばなんか毛糸みたいなものとかで、使ってあげたりとかですね。一方こちらの方っていうのは影とかの部分にとか。で、プラスそれだけでは表現できないときにテクニックというのが入ってきます。テクニックというの。で、そのテクニックのうちの一つ目というのは、もうこの 2B で中心にいきますけども、当たり前ですけど線ですね。線。で、この線もこういう風に書くというだけじゃなくて、こういう風に寝かせて、ピューッと引いてあげたりすると少し抑揚のある線とか引けるんですよ。ピューッと。例えばクロッキーなんかに行った時に、縦でシャッシャッシャッと普通に書くだけじゃなくて、少しこうね、抑揚をわざとこうつけてあげたりするだけでクロッキーなんかで、役立ったりします。で、次はこの寝かせ平塗り。もうこれはここでやったことと同じなんですけども、寝かせ平塗りですね。こういったものも。で、鉛筆の角度を寝かせて書いてあげると、ざらつきというのは、非常に強くなります。一歩筆圧を少し弱めてあげて、これを2層、3層、こう、何度もやって、この色に近づけていくという方法もあります。すっごい細かいですよ。近づいてきたでしょ？今4層目、5層目、今ね、こう。そうなってくると、擦った時に、こちらの方がすごくこう綺麗にいきます。簡単に言うと、鉛筆の粉というのが、筆圧によってくっついているのか、薄く重なっているのか。そうすると、こちらの方は、例えば、擦ったりした時にすごく平滑にいきます、擦った時。平滑にね。そういう本当にちょっとした筆圧の違いみたいなものとか、角度をもうちょっと立ててあげたら、紙の目の中に入っていきますよとかっていう、ね、平滑に塗るのでも紙の目の中に入っていくという風な角度が寝ているか、角度が立っているかによってここのところまで入っていくようなことが起きますよということが起きますよね。で、そういった風に寝かせて平塗りの時でも、ちょっとしたことによってすごく印象が変わるんです。だから一概にこれとこれとこれとかって、またこれを厳密に線引きしていくという考え方ではなくて、なんかそういうふうにバリエーションをつけてあげたらいいかなというふうに思います。で、ハッチングっていうのは普通にもう本当に線でね、こういうふうに書いてあげて、グラデーションとかつけるのとかにより細かく書いていく。後半の方なんかもハッチングとかをしまくったりもしますけども、ハッチングとかっていう風にしてあげたり、ちょっと例えば稜線のところは今 B 系、影のところは例えば H 系みたいなのでやってあげたりとかして、ね、落ちた影みたいなとか、そういう風にしっとりした質感とざらついた質感みたいなのを使い分けてあげたりとかするとよろしいですよと、線味を重ねていく。ハッチングという方法ですね。ということです。で、次はですね、消しゴムで線を引くとかっていう方法があります。で、これも意外と使ったりするんですけども、あとの辺でいこうかな。B で例えば平塗り塗った。で、これ練り消し版しますね。で、これやったら普通の単に塗っただけなんですけど、ここに点ってやると少し明るくなる。当たり前ですけどね。で、またこれに例えば、ね、こういうタッチだったから今度違うタッチをで、またとか、もう線をピューっと引いたりとか、消えませんけど、ピューっとね。こんな風に練り消しで線とかを引いたり、明るく面にしたりとか、ハッチングとかでもそうですよ。ハッチングなんかでギューッと書いていったバージョンで、そこに書いたりとかして、その一個の線とか面とか塗りとかっていうのを複雑にしてあげるという。消しゴムという画材じゃなくて、明るくする画材という風に考えたらいいと思うんですね。明るくする画材。次はティッシュでこする。これは結構ね、ティッシュでこすると殺筆というのは、反対論者は結構いますけど、僕はこれね、明治時代のデッサンとか見たら面白いですよ。コンテで書いてるんです、大体。すごいこれこすって書いてます。で、これはこするときは筆圧を強めにするんじゃなくて、今柔らかくやってます、柔らかく。そしてティッシュで、ね、
シューッと。そうすると紙の目の中に入っていってくれる。やっぱあんまり使いすぎるっていうのは危険で、ほんと出だしの段階とかに僕は使っていって、要はこの調子というのは、この調子みたいな感じなんで、こっちで出そうと思ったら出せるんです。なんとなくわかりますかね。出せるんですけども、楽は楽ですよね、こちらの方が。でも使いすぎるとやっぱり画面がベターっとしたグレーになってベターっとしてしまうので、ティッシュでこするという時はちょっと注意して、で筆圧は弱めにある程度平滑に綺麗にこう塗った後に、これを2層3層とこう重ねていくと、例えば1層目、今2層目をやっていってますね。2層目もこうやって、ティッシュを軽く丸めて、シュ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 。という感じで、次はちょっと 6B ぐらいを、3B ぐらいでいいかな。3B ぐらいを使って、僕はなんかこの黒っていうのを、なんていうか、例えば、強くガッと押すと光るんですよ、鉛筆って。でもこう光らない黒みたいなのを作りたい時とかに、これ重宝するんです。3層、4層。手間かかりますよね。こんな感じで3層、4層とか塗っていったら、しっとりした静かな黒になっていく。で、徐々に濃くしていって、6B ぐらいとかね。こういうのも自分でこう実験をしてみて、あれはこうやったら、このぐらいの鉛筆がなんか1層目に 3B ぐらいがいいっていう人もいれば、5B ぐらいがいいっていう人もいれば、このこするのもね、どうやったら綺麗にムラなくいくかなっていうのも、かなりね、こうなってきたでしょ。で、そんなにこう光っていないという黒。で、ちょっと筆圧強めにしたやつって、ここについてたから綺麗になりましたけど、あんまりこう、綺麗に、平滑にはいかなかったりします。で、これとこれほぼ同じなんですけども、僕はこれ結構この形決めっていうのをよくやるんですね。ピューと。で、例えばティッシュでこすって、で、これは硬い消しゴムを使って、こういう消しゴムですね。で、こういうところ、汚いところはできるだけ、綺麗にして、日頃しておいてください。毎日はやらんでもいいですけど、例えば何日かに1回ぐらい、これ石鹸で洗ったりすると、普通にこう、洗面台とかで洗ったりすると綺麗になりますので、綺麗にしてあげてください。僕は手でガシーッと切ります。ガシーッと切って、こっち、輪郭からぐーっとか、ね、エッジが強いこういう感じになります。ね、ここにシューッ、シューッ、どうですかね、硬い消しゴム。こちらの方はどちらかというと柔らかくやりましたよということですね。で、そして達筆ですね。こする筆と書いて、もうその通りなんですね。でも先っぽに例えば汚れてたらこれだけでこうやって線とかも引けます。ね。で、普通にこう鉛筆でこう書いたり。で、僕はこれで結構書きます。塗るというより書きます、これで。書きます、こうやって。その黒をこう伸ばしていって、伸ばしていって。伸ばしていって。っていうようなものです。で、こういうのを併用していくと、こういう風になっているよっていうところに消しゴムかなんかでシューッと書いてあげたり、光書いてあげたり、ね。後でこう実践、もっとしっかりした実践をしますから、少々お待ちください。ね、こうやって、ぐーっと。で、角道具という風に捉えてあげてほしいんですね。塗るとかっていう道具とかにするんじゃなくて、もう、僕はこの硬い、ホルベインさんのこの硬い、先端硬いやつをいつも使ってました。こんな感じでこう目がなんかブワーっと出てきたなとかっていうこととかですね。少しね、こういうのね。鉛筆デッサンね、もうここの油で反応するので、もう本当にこう、紙に手を触れないようにしてください。どういうことって感じでしょ。なんか紙引くとか、本当は小指を立ててこう書くっていう風に私は教わりました。こんな風にこう達筆とかでこう書いて、また輪郭ぼかして、そして他のものとかを併用しながらどんどん深めていくということですね。この形、8番目、形寝かせ決め。これちょっとふと思ったんですけど、ようやってたなと思うな。僕こうやって書いてました。わかります？形の輪郭線を、ここの線ね。こうやって。木炭デッサンでこれ使うんですよくね。でもこう、鉛筆でもできます。そうすると、ぎゅーっと書いてしまった線よりも、もう複雑な線になってくる。
どういうことって感じでしょ。こういうふうに輪郭のところをシューッと線を決めてあげるというような方法もあったりします。これは意外とやってる人少ないかもしれないけど、僕は結構やってました。硬い鉛筆でもちょっと鉛筆の腹で、こんな風にして形に寝かせ気味ね、こんな風にやったりします。そしてへこませ、線ですね。これね、なんか書くんです、ビューっと。で、これは例えば、出なくなったボールペンとか、あとは、これはですね、ちょっと鉄をただ先端に差し込んでるだけなんです、シャーペンにね。シャーペンの芯にちょっと 0.9 とかのシャーペンを買ってきて、ね、なんか書いてみると。それで鉛筆で寝かせて、ビュー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 と書いたりとかすると、ちょっと見えにくいですけど、ちょっと筆圧強めにしますね。ちょっと紙の凹凸が激しい紙を使ってますので、少し線が出てくる。もっと綺麗に出てきますよ、こういうのね。例えば、優しくティッシュでこすってあげたりすると、紙の目の中に入らずに線がより強調されてくるとかっていう方法があります。ね、この辺になんか文字書きましたね。ほら。あいって書いてありますね。ありに見えますね。こういうのがもうちょっと平滑の紙とかだとよく見えてきます。そして最後は、黒鉛すり込みという、これも受験生ようやってたなとふと思い出したんですけど、用意するものは紙やすりです。で、紙やすりで、僕はこれほぼ使ったことないので、うまくいくか知りませんが、黒鉛をこうやってこれをすり込んであげる。こういった方法がありますと。もしかしてこれよりも早くできるかもしれないし、ムラっぽくなるかもしれないし、これちょっと指をついてたからこんな風に油の部分が出てきてるんですよ、これね。こういったテクニックを駆使しながら描いていこうというのが、テクニックでございます。テクニックばっかりになってはいけないんですけど、少しこういうの知っておくと、ね、皆さんの制作に役立つんじゃないかなと思います。それではちょっと実践編の方、行きたいと思います。それでは、自画像を描いていこうと思います。嫌なんですけどね、ちょっと鏡とか置いて描くのもきつかったんで、ちょっと写真を見ながら描こうと思います。テクニックをですね、いくつか使いながらということで、今日はね、これね、あれにしました。ワトソンの紙を用意しました。なんか僕個人的な見解なんですけども、あんまり荒すぎて、なんか書きにくくなっている人も意外とおるんちゃうかなというふうに思うので、人方ごめんなさいね、許してね。かといって細かすぎるのケント紙みたいなね、感じの紙よりはもうちょっと荒すぎず細かすぎず、切ったね。髭剃ったのかな。ブツブツ言ってますけども。で、僕おすすめなのはね、コットマンの細め。あれが意外と書きやすいですね。コットマンの細めというのがちょっとなかったので、あとはなんか僕らが学生時代に東京芸術大学の試験で使われていた TMK ポスター紙。TMK ポスター紙というのが、僕はちょうど書きやすかったですね。画面の中でちょっと右に寄りすぎてしまっているなとかっていう感じはありますけど、うわ気持ち悪い。椅子のあれやね、後ろね。おじさんじじいを書かんとこのも地獄やな。見たくもないな。これぐらいになってきたら少し余分な線とかを消しますが、初めのうちは練り消しで、消していきます。柔らかくしてね、柔らかくして、ぎゅーっとね。で、ちょっと丸く作ったりとかして、少しね、余分な線とかを少し消しながら、もっとたるんどるな。顎が割れとんな。ね、似てないとブーツか言われるからね。デッサンは結構ブースか言われるんですよ。一番批判的なコメント多いのデッサン動画です。頼みます、書いてくださいっていつも言うんですよね、皆さんにね。言われる方はぜひぜひ自分でね、皆さんの参考になるような動画を、作れんかったら僕編集しますから、録画だけでもってね、思うんですけどね。ですか。離れて見てあげてくださいね。うわ、気持ち悪い。なんか、もっと汚いな。もっと、ほうれい線とかをちゃんと書いたら大丈夫かな。じじいっぽくなるかな。
この辺がちょっと黒く潰れてしまってるんでね、なんかね、こういうの本物とか見ながら。そして、一通りこう取れてきたなっていう、形取れてきたなっていうなったら、少し鉛筆の腹を使って、まあ、ここは本当賛否、あるんでしょうけど、まあ、私はなんか鉛筆の腹とかをこう 3B ぐらいとかで使って、あ、ちょっと待って。その前にこれやらんといかんね。僕、これのためにこのおじさんの顔選んだね。汚い線とかね、この辺とかね、もうなんかこう、それを描こう思ってたんや。忘れた。汚い眉毛とかのね、こういうとことか。ちなみにこういうのってもうほんとスマホのアプリで白黒とかに変換できて、まあんまりこう、ちょっとコントラストが思ってるより強くつきすぎてしまっていますけど、そういうこうアプリとかでも変換できたりするので、皆さんもそういうのも使われてもいいかもしれませんしね。もう僕みたいな鏡見ると、ってなるっていう人はね、ぜひぜひね、自分を見ながら描いてください。絶対にそっちの方がいいです。勉強にもなります。僕みたいに鏡見たくないという人は。この辺とかもなんかね、シワシワやもんね。汚い、俺。まあ、これも実は銀筆と言って、銀線なんですよ。でも今回は、銀線はこういう柔らかいものには色つかないんですけど、ちょっと硬いものとかに、描いたら色つきます。またね、シルバーポイントとかの動画作ってもいいんですけど、マニアックすぎるやつってね、全然見られなくてね、労力だけかかって落ち込むということばっかり繰り返してますので、こう柔らかい紙には出てきませんので、よし、だいぶ疲れてる雰囲気になってきたな。で、2B、3B あたりとかを使いながら、少しこう、鉛筆の腹を使って先ほどみたいにちょっと擦るので、優しくですね。で、やっぱり擦った調子というのが、しっとりしてましたよね。わかりますかね。で、そういうのがこう、形の奥の面。で、こういうのはこう、鉛筆の腹で形を決める今仕事みたいな感じ。僕、唇薄いんですよね。なんかね、唇めちゃくちゃ薄いですもんね。ちょっとこれ線を引くときにも、ちょっとこうね、鉛筆を立てて描くというんじゃなくて、今みたいにこう寝かせて形を決める。鼻の穴とかもぐーっとこちらからぐーっと。メガネのこのフレームとかは、ぐーっとしときですね。こういう時ね、安いこう、メガネじゃなくて、高級メガネにしたいところなんですけどね。チビがよく踏んづけるんですよ。これも安いメガネに最近してます。でもね、良質なメガネが増えましたよね。ちょっとずれた。今、鉛筆の腹で、塗っていってるという作業ですね。もしかしてステッドラーさんのこの黒いシリーズなんかもしかして擦るのには向いていないかもしれません。あんまり僕もこの商品が出てからそんなに使っていないので、ちょっとどちらかというとなんかね、今はあるのか 8B とか 9B、10B とかっていう鉛筆、ステッドラーさんのですね。なんかあの雰囲気の、なんかこう、書いたら消えないタイプがあるんですよ。ちょっとそんな雰囲気がしますので、もしかしたらその辺はちょっと注意して、実験をされてから使うことをお勧めします。まあ受験生ももしかして見てるかもしれないですけど、何々かとか何々かと違うと思いますんで、まあね、通われてる予備校などのね、先生、学校の先生とか、その辺はちゃんとお話聞いてくださいね。僕はもう完全に東京芸大油絵科、プラスこれは多摩美術大学版画科を教えていた時によくこんな書き方で教えてあげてましたということですので、そこだけはちょっとね、おぎそが言うてたとか言わんといてね、めんどくさいのもうね、絡まれたくないから僕はね。
タッチがこう方向似てきたらやっぱ回転させてあげてください。こういう風にね。そうするとこちらのね、いろんな方向に回転させながら、塗りとかも、まあね、中学の受験、高校の受験とかもね、そういう学校の先生がおっしゃることちゃんと聞いてね、おぎそが言うてたとかそんなん言わんといてね、めんどくさいの絡まれるんでたまに。で、少し鉛筆のがあんまり塗ってても色が変わらなくなってくるんですよ。で、そうすると、こすった時にある程度綺麗にいきます。よいしょ。で、これぐらいになってきたら、少しね、で、この中でも、こういう面があって、で、ここには少しまた暗くなって、また側面があってちょっと暗くなって、で、影の中に入っていってという、面があるんですね。でそういう面の意識みたいなのを、ね、ここのところに、頬骨のところに光っとるんですね。ということは、ここ、で、ここのところは柔らかく稜線になっているよとか、そういう意識を持ってほしいんですね。余分な線消しますが。で、ガーゼで、丸めて、柔らかく丸めて、はみ出しても僕はいいと思ってます。優しくやるとほら、綺麗な平滑な塗りになったでしょ。で、大きな面がまずできるじゃないですか。ね、ガッと入っていく面。で、ちょっと稜線と呼ばれる光影の境目みたいな気持ち塗り残しながら、こういうところね、気持ち塗り残しながら、優しく。で、これこすりという作業なんで、5番目のティッシュでこすりですね。ほら。で、ちょっとね、サンダっていうのあるんですけど、かけるときもちょっとこうやってね、巻きながら。で、これは本当にまだ固有色を塗り分けて、多少の陰影、まだ質感とかまでいってないですよ。で、こういうとこは新しくちょっとして、明るい中のまた面みたいなのを塗ってあげる。で、例えばこっちの方向が強かったらこうこすってあげたりとかね。それだけでも複雑になっていくじゃないですか。優しく、意外と優しく、ゴシゴシではないです。優しくやってます。髪の目を潰さない程度に。焼けたんでしょ。北海道で焼けたんです。また同じように、もう一回もっとコントラスト強くしようかなと。で、もう顔の方はそんなにでもなくていいと思うので、どちらかっていうと、ちょっとやっとこうか、もうちょっと。で、顔の中の細かい稜線反射光みたいなのを、殺筆という、今ティッシュやったら大きい面を塗れますけど、小さい面のこするって難しいので、で、こういう殺筆とかを使って、光影の境目の稜線というのを残しながら、で、ちょっと暗くなりすぎたなと思ったりしたら、これ4ですね。練り消しとかで、例えば叩いてあげたりとか。ね。髪の毛もっともっと黒くしたいな思ったら、こすりの、ティッシュこすりの2層目に入ると先ほどやりましたよね。で、こういうとこの線なんかも、髪の毛の一番の線なんかでね、立てて描くだけじゃなくて、なんか寝かせながらね、寝かせて描いたりとかして、鉛筆の勢いみたいなのを出しながら、
ビュッとこういうところね、出てきてる線なんかね。ビュッ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 。で、そういうこう、いろんなバリエーション、デッサンのこうバリエーション、タッチのバリエーションなど、朝幼稚園に送っていったから汗だくですね。はい。髪の毛なんかも、ね、こういう線でこう描いて、下からこう見えてくる線があったりとか、一回こうグレートーンにしてからこう凹ますということもできますのでね。で消しゴムとかを使って少しこう明るいところをこう練り消しなんかでこう描いてあげたりとか、また側面にガッと入っていくみたいなね。艶のないしっとりした黒を作りたいなと思ったりしたら、また何層こう鉛筆の線とか使ってね。で、大事なこと言いますよ。このぐらいでもティッシュは使わんぞーっていうぐらいの気持ちで、まだまだ後半長いんですけども、筆筆も、まあもっと細い、ところを書くというぐらいの気持ちでやらないと、もうティッシュとかでこう頼りすぎてしまうと、やっぱりこう、グレーになっていきますんで、注意してください。そして、これは僕が本当にこうね、よくやるんですけど、消しゴム、消し、6番。これもね、輪郭がね、薄くなるんですよ。でも、とりあえずいいんですよ、それで。そういう認識を持てば、こう、今やったら、ベタっとしてるだけ。でも、ここに形をこれから描いていくという認識を持てばいいので、ね。何もこう、ダメって進めるんではなくて、私個人はもう基本なんでもいいよと。でも、これをやりすぎるとこうやよと。こうベタっとして、これとほら、平面的でしょ、ベタっと。土台作るのはこれでええと思うんですよ。ね、これで、土台としてはなかなか悪くない土台ができたんちゃうかなと、お父ちゃん気持ち悪いけど、思います。で、ここからはだいたい立てて書いていくぐらいの気持ちです。で、その立てて書いていくときに先ほど言ったような硬い鉛筆の質感とか柔らかい鉛筆の質感とかを駆使しながらですね。今例えば F。で、目のなんかね、例えばしっとりしたような目、一応ね、もう疲れとるけど、目しっとりしてるでしょ大体の人ね。してない人いたら言ってください。それドライアイって言うんですよ。多分、急いで眼科の方に受診されてください。細かい部分に関してはこうこすって、少しこう鳴らしてあげたりとかしてもいいけど、頼りすぎない。このもね、こうね、なんかシミそばかすを描くぐらいの気持ち。シミそばかすを筆でぐらいの気持ちで、例えばこういうところのね、黒い首との境目みたいなの分からへんなーっていうところはこう例えばぼかしてあげたりとかしたりね。今この写真やったらなかなかね、目ん玉どうなってるかってなかなか見えないんで、そういう時はもう鏡とか見て描いて皆さんね、くださいね。この辺りからはもう微妙な調子とかを鉛筆を立てて柔らかい、ハッチングに近いのか、塗りなのか、どれと言うたかな。というような感じで少しずつこう調子を作りながら、からも書いていきます。基本ひたすら書いていくというような感じなんですけど、たまに離れてみながら全体の調子とかを見ながらですね、で、ぐっとこう、白いとこは塗り残しながら、
メガネのこの縁はもうちょっとしっかり形取ってからへこませるべきやったなと、今後悔しております。もう大きいこすりはしてないですもんね。もうあとはもうひたすらこう鉛筆立てながらいろんな方向で、まあこれはハッチングでしょうね。使ってない技法は黒鉛、寝かせ形、殺筆、硬い消しゴム、線描、だいたいやりましたね。黒鉛だけかな、やってないのは。やるとしたらここかな。ちょっとやろうか。で基本的にはもう最後鉛筆立てて書くんです。もう本当に。よいしょ。ここまで目ん玉白くするとやっぱ気持ち悪いな。よいしょ。硬い鉛筆でこういうところの微妙な色とかをね、書いてるか書いてないかわからん程度で。だけどね。ちょっと濃くなりすぎたな思ったら練り消しでこうトントントンと叩いてあげたり、無駄な線も消してあげたり、でこう髪の毛とかのなんかね、あれとか影があれば、そういうのとか描いてあげたりね。僕は結構 F をそういえば学生時代よう使ってたなと、ふと今思い出しました。なぜか F をよく使っていました。黒いね。少し光ってる面とかを、このラインにこうね、ある程度こう沿うような形で言うとですね。もちろんこういうところにも、光ってる毛とかあるんですけど、一番多いのはやっぱここっていう意識で、写真にはちょっと写ってませんけど、立体を捉えてあげるという、なんか違うな。目が違うな。もっとなんか、口もなんか、ちょっとね、もっと垂れとんね。筆圧もこう弱い筆圧のものもあれば、強い筆圧のものもあれば、鉛筆の腹を使って少しこう紙の表面をあれするものもあれば、ちょっとザラつき気になるので少しね、こすって、もうちょっとこすりましょうか。全然違うね。もっと気持ち悪いよね。どうしたらいいんですかね。
筆の種類はね、硬いのからあれ、ね、6B とか逆に使ってないです。もうほとんどこう、F を中心に、ちょっと濃いところは B、明るいので書いたり。もうこんなこと繰り返す。ね、テツさん大変やね。何もないわけじゃないのでですね、ここはね。いろんな角度から、ここの肉が垂れとるんやな。それをあんまりかけてなかった。線なんかもね、またね、こういったこう線を引いてみたり。奥に回っていくところはちょっと固めの鉛筆とかを使ったりしてですね、色を変えてあげたり。今日この、ハーフトーンを作っていく仕事ね、かなり多めに見せています。実際はここをね、本当時間かかるんですよ。日頃は結構ね、あんまりこう退屈な仕事やからカットすることも多かったんですが。微妙な調子を最後書きながら、形を理解しながら、まだまだやな。微妙な調子をね、折っていく作業をしていっております。鉛筆は基本尖らせてね、ハッチングというか、立てて塗っていくというか、この辺のね、もうほんと毛とか肌の質感とかね、もっとおじさん感を出したいね。どこなんや。もう後半ほとんど鉛筆を立てながら書いていっております。時間の割合で言うともう7割近くはほとんど鉛筆立てて書いていってます。本当にこう、初めの段階はね、ガーゼなどを使ったり、ガーゼティッシュか、ティッシュなどを使ったりとかはしていますけども、もう基本的にはもう本当最後、もうずっと立てながら、そして、一番初めにお見せした通り、鉛筆のですね、質感みたいなのの、それぞれのこの色の違いみたいなのを使いながら、微妙な複雑な調子を描いていくと。
かがですか？大変でしょ。こんな感じで、デッサンは描いていきます。もう本当によく見て、寄ってみたら、かなり複雑なトーンが広がっていってるのもわかると思いますし、これ写真見ながら描きましたけども、立体を見ながら描くともっと難しかったりしますよね。そういったところも含めて、ぜひぜひ皆さん描かれてみてはどうでしょうか。鉛筆デッサンの10のテクニックを駆使して描く自画像ということでございました。少し長い動画となりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。皆さんもチャレンジしてみてください。以上です。